私のまた先日視聴者さんからミシンの中古ミシン選びのポイントを教えてくださいっていうのがあって、僕もあくまでも中古のミシンをお探しなんだろうなっていう前提でコメントは返させていただいたんですが、皆さん中古ミシンいろいろメンテナンスとかいろんな意味で気になると思いますので、中古ミシン選ぶのこういうとこ気をつけたらいいよっていう、これはもう本当申し訳ないです。僕の所見なんですが、はい、僕のイメージの中で後々のメンテナンスとかそういうかかるお金のことも考えてこれがいいんじゃないのっていうもう僕の好みで、はい、独断と偏見でご紹介させていただきます。紹介実はこれテキトーソニさん所有のブラザーのダイレクトドライブといってここにモーター入ってるモデルですね。そうですね。ダイレクトドライブちょっとあんまり僕は好きじゃないんですよっていうのは以前ご説明したと思うんですが、はい、ダイレクトドライブモデルの一番のちょっと欠点というか、こちらの下見てもらったらね、オイルパンありますよね。そうですね。オイルタンク式で、これ幸い、ね、全然まだ油漏れてないですね。僕先日三菱の1380って割と新しい機種なんですが、中古でかなりコンディションのいいのを手に入れたつもりだったんですが、どこかにこのホースにクラックがあったのか、このドレーンボルトにクラックがあったのか、もう下のオイルパン油でペットリでした。これどこから持ってるんだろうでもう本当このミシン屋さんで部品注文して、もうこのタンクからホースから全部石交換しました。そうですね。交換はそんなに、ちょっとネジ外して差し替えるぐらいなんで、部品代と合わせても1万いかないぐらいだったから、別にそんなに困るものではなかったんだけど、ただやっぱり経年劣化でホースとかこういうジョイント、これいいね。これテキトーソニさん柔らかい。硬くなるんですね。もう硬化するんですよ、これホースが。ゴムみたいな感じですか。そう本当にプラスチックというかね、ビニールというかこの成分が硬化して、最後これタケノコってこのジョイント言うんですけど、タケノコジョインみたいになってるから、このタケノコの根元とかがポキッと折れて、この根元からちょろーっと油が出たりとか、ちょっと恐ろしいですね。そう油だけ足していけば使えるんだけど、ストローみたいに回るようにすればいいんだけども、その処置が部品がないとその部品の方が結局もうこれ仕方ないのよね、もうメーカーさんもやっぱり耐用年数というか以前話したじゃない、聞きましたね。7年償却ね、はい、7年償却なんだけど10年はメーカーさん持ってます、部品を。なるほど。だから逆にこのモデルは10年前のモデルだって言ったらもし視聴者の皆さんがこのドライヘッドのタイプお使いでしたら即部品があるうちにもう手配して部品交換ミシン屋さんにお願いするなりご自分で部品変えれる場合はもうご自分で変えれるなり持っておいた方が、そうもう10年経ったら結局部品供給なくなっちゃうから部品があるうちに変えてほしいです。じゃあもう本当このミシンを乗り潰すというか長く乗りたい場合はその壊れてなくても、そのパーツだけをミシン屋さんに行って、準備しとくとその10年後劣化が来た時にですね、予備のパーツ持ってくもいいし、もうどうせだからもうじゃあ変えてくださいで変えちゃうのもありだし。そうか、難しい事情ですね。そういう意味で僕このドライヘッドのタイプはあんまり好きじゃないです。結局壊れるところがあるからね。そうか。ただワコールさんとか、名前出していいのかわかんないですけど、大手さんのうるさいところは油対策でね、完全にドライヘッドですから、油を入れるミシンは入ってないので基本的に、もう指定になってる場合あるもんね。ものすごいシビアな会社さんはやっぱりドライヘッドは歓迎されるんですけどね。ただメンテナンスっていうことを考えると僕は好きじゃない。なんか初歩的な質問ですけど、ドライヘッドって一応油は回るじゃないですか。どこまで油が回る感じ。これはだからドライヘッドじゃないですよ。ドライヘッドではないタイプですね。微量給油っていうタイプになるので、ドライヘッドは完全にドライですよ。完全ドライのもあるんですよ。もう油入れないやつがあるんですよ。油入れないのがあります。そうか。それになるとちょっと話ずれるんですけど、劣化が激しいっていうデメリットもあるっちゃあるんですか。あります。そうか。油が回らない分金属とか。完全封入型で油のこういうこれ上のここから油をこれどうする？
この穴だね、この穴から補充するタイプあるし、三菱なんかこの上から補給するんだけど油を、はい油を補給しなくても完全密閉型、ボニ型がうん出やすいでしょうね、うんハリボーとか、リンク軸。じゃあこれセミドライみたいな形なんですね。そうでね、どっちかというと一般的に言うセミドライとかいうか、オイル循環型っていうか、ね、なるほど、うん、そうか。ただこういうタンクがあってこういうプラスチックパーツが使われている以上そういうリスクが、なるほど、そういうデメリットとかもある、もうじゃあ例えば15年ぐらいお使いになっとって、もうここから先例えば10年になって、じゃあミシン15年経ちました、これオイル漏れ出しました、部品ありますかってミシン屋さんに言ってもう部品ないからね。そうか、そこが難しい。そうだから僕もあえてねこのタイプ三菱の1380っていう機種使ってたんですけど、もう全部一応こういうオイル周りを全部オーバーホールして売っちゃいました。それがそうですね、長く使うならってことか。長く使うのは古いけどやっぱり1180がいいなで、全部1180にしちゃいました。むやみに拾うのも、そういうちょっと考えるようにしよう、これからは。いやでも適当ソングさんこれ安く拾ってるからいろはにさんこれもう別に壊れたらいいんですよって値段安いもんね、適当ソングさん拾ってるのは。それはもうなんか譲ってもらうみたいな形でほとんど。だからもうその値段なら全然ありだよね。そうですね。安いもんもう使えるとこまで使って最後もうダメなら潰しちゃえばいいんだから、使えるとこまでは使ってあげて。だからこのオイルタンク式のやつはね、本当皆さん注意してほしいと思います。後々本当メンテナンスはもう逆にできない前提になっちゃいますんで、で一番メインマシンは70の方かな。主に5570が、一番多いですね。これもう本当に重機さんの本当大ベストセラーだった機械、定番ですね。いい機械ですよねこれ。そうこれもう僕はやっぱり大好き、このオイルパン式で。そうですね。もうミシンオイルも綺麗に変えてますね。一番原始的っすよね、これが。いやでも一番これ壊れないからね。そうか、劣化する部品がほとんどない。本当ね、もうこのタイプって壊れるのがもう電子系のこのモーターだけね、モーターが壊れるだけなんですけどね。ただちょっと販売からだいぶ時間が経ってるから5570割ともう貿易で適当するんですが海外出ちゃったんでね、かなり台数が、だから現存台数が減った関係でじゃあモーター壊れました、中古のモーター変えましょうって言った時にちょっと台数減ってるから中古探す時は苦労するかもしれません。でも普通に考えて圧倒的に日本中、世界中にシェアされてるのは5570ですね。もう本当にもうロングセラー、ベストセラーのいいミシンです。で、僕一番やっぱりおすすめはこの適当ソイルさん使ってる5571。これ弾数多いですね、ものすごく。でこの SC の1っていうこのタイプのモーターかなり出てます。出てますね。もう台数から言えば今日本の国内に中古いう意味でなく現状工場とかで活躍してるモーターの中でも今一番これが多い。パッと見70と71同じように見えるけど、モーターはもう違うものになって、見た目同じだけどそういう互換が効かないっていうことがあるんですね。正確に言えば効きますよ、互換は。効くけどもちょっと細工がいる。極端な言い方したら伝送が変わったみたいな。メインはそこだけですね。なるほど。は変わってないので。ヘッド全く一緒ですね。ヘッドベースは。ただコネクタが若干違ったりとかで、先ほどの5570も結局販売時期によって日立のモーター積んでるやつとパナソニック松下のモーター積んでるやつがあって、同じ70でもちょっとややこしいんですよ。僕も1台直そうと思ってずっと置いてるその5570があるんだけど、それどっちやったかな、モーター忘れたんだけど、そっちのモーターが欲しいんだけど、そうなんですよ、そっちじゃねえよみたいな感じで、中古で出てきたモーターがあったらこれつかねえじゃんって、なかなか噛み合わない。コレクター違うよこれっていうのが、同じ70でもそういう風にモーターが違う場合もある。あります。これは僕も知らなかった。知り合いのところの工場が「いやいろはさんちょっとミシン壊れたから本縫いなんか持ってないですか?」で持ってって、じゃあ壊れとんだからじゃあもう処分しますねで持って帰って、でもこれ直しちゃまだ治るなでもう直しちゃえで、置いてるんだけどモーターがね違ってたんです。そうか、意外と機械のことまで知ろうとするとそういう壁があるんですね。いや意外とねいろいろ
なんかメーカーによってそのメーカーそれぞれの癖というかね、そうか、ありますね。なるほど。もうだから僕三菱好きなんですよね。もう三菱はモーターどれつけても動いてくれるそうか、から。やっぱサーボ事情になるとそクラッチな分はただもうベルトがつくだけだから、関係ないですよねもう誰もが想像できるベルトが歯車とつなって回るだけだけど、サーボで位置を決めてやったりするってなる条件がつくだけで、そうやってミシン難しくなる。そうでも今更テクトソニックさんクラッチ踏めないよね。まあ平ミシンに関しては絶対に僕ロックでもクラッチはもう嫌。まあ僕はロックはまだまだ大丈夫ですけど、もう人間すぐ横着になります。まあそうですね、あれば楽ですからね。こっちも70だけど、これはどこのだろう。それはナショですね。ナショだね。色は違うんで、シールの色で青色がナショナルなんですよ。ですね。シールの色、シールが黒が日立で、青がナショナル。ここのシールの N ってやつがナショナルらしいですね。そっちはこっちも一緒だね。まあシールがここにねラベルがついてる。黒ラベルビーズじゃないけど本当黒ラベルが日立。で水色ラベルがね。一応ここに H ともついてるけど横のラベルでも見分けられる。本当だ、水色だね。そうです。基本的に僕らは横で見分け。なるほど、黒ラベルがすごいな、なんかヴィンテージ情報みたいな感じですね。まあそれとここにモーターの一番下側にこれも日立リミテッドって書いてるからね。ナショナル青ラベル。ノブ工具があって結局制御信号は全くヘッド一緒だから制御信号のそのコネクターを、先っちょを変える手間がって感じですか。もうその手間考えたら中古がまた出てくれ、それで組めばいいやね。そういうのは慣れとる人じゃんって意外と面倒くさいと。そう。ただ重機の場合はだからこれは100、200がそれぞれ専属なんですけど、タイプになって100、200がもう兼用になったんです。なってるね。そうだから重機の利点がそれなので、要するにブラザーも三菱もやってないんですよ、それは。唯一重機が特許を持ってるんで。なるほど。特許なのあれ。特許専属特許。特許なのあれは。専属特許。71からそういう風にしてる。そうです。だからそのためにその71を作ったんです。これの先が80でしたっけ？80だよね。いや、80はワイパー付きですね。80ワイパーだったっけ？ワイパー70が普通で80はワイパー付き。ワイパーだったっけ？ワイパーってどこ、何のワイパーですか？糸払い。糸払いのワイパー。クションがね。糸払い付きが80っていう。すげえ勉強になる。だから81っていうのもありますよ。そうだね。ワイパー付き。81がワイパー付き。そうか。8がつくとワイパー付きで、80の次に新しいワイパー付きが81。そうです。ただ外しちゃえば一緒なんだけどね。中古買う場合は。だからこれが終わって今度8700っていうのになったんで。そうだね。8700がダイレクトドライブみたいなやつ。いや違う。だいぶ前もうでも。これを要するにドライブじゃない方のミシンを今でも重機はまだ作ってますよ。そうなんです。87は見たことないですね。8700。で間にまたそのサーボも SC の800っていうやつとなんか2機種ぐらいあったよね。SC800 は71です。でこの後8700になって SC910 っていうのになって、その後 SC920 っていうの今現在。すげえな、なんか聞いてるだけで。なんかね、僕らもどっちかというと僕も重機ファンではないから、別に重機嫌いなわけじゃないんだけど、そんなに重機は詳しくないんだけど、何台か売っててサーボは本当はなんか本当この後にもう2種類出てますよね。でその後ダイレクトドライブになって、だから今は重機だけが唯一そのダイレクトとダイレクトじゃないものを併売してるような。そうだね。最強ですね。ブラザーはもうダイレクトしかないので。そうか。ただそのダイレクトを嫌がるやっぱり一定数のお客さんがいるので、こういうさっき言ったデメリットとかがついてくるから、こういうタイプのモーター直したらもうすぐ使えちゃうっていう意味で、まだだから新品も手に入ります。すげえやっぱ新しいニーズをというか、そういう顧客のために作ってるんですね。両方。踏み心地はねやっぱりダイレクトはね、本当にもう軽いというか音が、もう踏んだらすぐふっと動いてくるけど、そのやっぱりベルトがないだけでこれだけ違うのかねっていうぐらい。ベルトはないんですかあれは。もうここにモーター入ってるから、もう電気信号で回るような。名前だけに。そうあれは踏み心地は適当そうにさめちゃめちゃいいですよ。そうですね。やっぱ使ってても軽いしうるさくないし、なんか最新っぽい、もうまさに。だけどそういうデメリットはある。そうか。ベルトがかけれないのでモーター変えても、モーターはもうモーターが終わったらもうヘッドも終わり。逆に電気とかそういうのに頼っちゃうと、そういう手直しが難しくなるというか。そうですよ
だからまあ一長一短ね。まあただ新しいもの好きの僕としては新しきではいいんだろうなって思ってたけど、そういう風に教えてもらうと、古いのもそういうとこがいいから、まあ今も使われてたりするんだろうなって思って、だから僕がもし本当この中でじゃあ市場に中古がこの、ブラザーのダイレクトドライブとか、含めてもし市場に中古があって僕がもうじゃあ1台ミシン買いますって言ったらもう絶対この5571。そうか、もうやっぱりまだ市場に数がすごくあるから、でモーターもこういう中古が入手しやすいなるほどとか、いろんなメリット考えたらもう570も決して悪くないんですよ。悪くないんだけど結局モーター壊れた時の中古の入手しやすさとかいろんなことを考えるともう今圧倒的に571がいいね。そうか。ただ、これだけはちょっと絶対言っとかなきゃいけないんですけど、この SC1 は、これはもう絶対修理ができないので、そうだね、こっちはできるんですよ。そうだね。なるほど。なんていうんですかね、その中の基板がものすごく簡易的にこっちの方が、こっちの方がね、良くも悪くもその電気のが200ボルトと100ボルトが一緒に使えたりとか、制御の関係でこれは修理不可なんですよね。なるほど。素人ではまずもうどうしようもないレベルっていうか、もう専門のモーター関係のその電装屋さんに出さないと治るんですね。日本では多分1社しかないと思います。大阪のこれが、栃木県にあるんですけど、これも治るの？栃木県の人が唯一元重機の社員の方がやられてる方がいるんですけど、そこだけですね、日本で。ただこっちは日本でも治るね。あれは治りますね。70系のモーターは、そうか、直せるとこは多いと。すごく一長一短。もう台数は今こっちの方がもう日本に残ってる台数は多いけど、あっちの方は見つけにくい代わりに中古が。ただモーターは治りますよと。そうですね。ただ100ボルト200ボルトがどっちでもすぐ使えるっていうただもうこっちだよ。いやそうですね。便利だとは。今の時代は特にそれは喜ばれることですよね。特にこの SC1 っていうのが一番簡単なんですよ。これ SC1 っていうのはここのスイッチボックスの中の、線を変えてあげればもうそれで使えるので、SC800 は、ピンを打ち替えないといけないんですよ、後ろの。そうだね。後ろのコネクタが100の差し込み200の差し込み。そうですそうです。そうか。SC これの後の機種ですね。じゃあこの本当71がもういろいろな意味で都合いいという感じなんですね。メリットデメリットはあるんだけども、本当僕の主観でこの中で中古もし出てきて自分がもし中古を言う時に買うならこれだなっていうのがもう今557ですね。選べるなら71選んだらいろいろと。の方が電源困らないと現存台数が多い。ただしボックスの修理はもうまず不可能に近いですよと。で5570は本当現存数は減ってきたんだけど修理できます。まだまだでも数は多いと思うんですけどね。ただやっぱ入手しやすさっていう意味では僕5571が好きですね。でSC800 になっても頭は一緒なので。ですね。極端な話今ここに SC800 をつけようと思ったらそのままポン付けますので。なるほど。それが重機さんのいいところですよね。もうヘッドは全然変えてないですもんね、重機さんは。ヘッドは基本的にもうベースはずっと一緒ですね。8700になって変わりましたけど、ただこれがメイドインジャパン最終モデルなので、8700になってもうメイドインチャイナになりましたから。そうか。チャイナヘッドが悪いってことはないんだろうけど、やっぱり相当量使った時の耐久性がどうなのかなぐらいで。偏見とかもあるけど、やっぱ日本製は同じ日本人としてここにやっぱメイドイン。そうですね。メイドインジャパンが入ったらね。使ってる分にも気持ちいいですもんね、自分の国をなんかだから僕使ってる1180もメイドインジャパンの最後なんですよ。そうか。どこも同じですね。大量生産にすればするほどそういうとこ投げたら安く上がるし、で重機でもブラザーでももう僕絶対に進めないのが、もうこれ言ったらメーカーの人がもう本当に低評価バンバン入れてくるだろうけど、ここに液晶パネルいるやつ。一番新しいタイプですか。一番新しい。今なんか送り場の位置とかなんか設定とかめっちゃ押しても若干いじれる。もう下手すれば今の方ってこのバックないんですよね。そういえばなんか2社目でそれあって乗った時なかったな。あそこのバック僕も最近ミシアさんにミシアさんに教えてもらったんだけど、普通我々ね普段使ってる人間からしたらバックあるの当たり前ですよね。いざとなった時の半身調整するのね。なんか
確かにそうですね。超量産工場でない限りはここの調整の方がいいって人も多いから、ここだとちょっと決まった運針数になってる。半身加減する時とかね、半身とか細かく抜いたい時とか一時的にそこで調整できるのが私これもうここのタイプのになったらね、なんか半身バッグはここにあるらしいのね。あ、そうです。僕も使ったことないんやけど。しかもそれもオプションですよ。あ、オプションなのあれ。オプションでつけないと。あれお金いるの？そうです。最初はもうだから今もう半身縫いっていうのはもうメーカーは全部やめたので、重機もブラザーも。あ、そう。はい。だから一時期それで小島のもう結構困ってましたよ皆さん。ああ、電力関係あるよね、半身が。あんまりにも反発が多分メーカーにいったんだと思うんですけど、オプションでつけるっていうような。ああ、ブラなんかのあれもオプションね。はい。であれも結局このパネルが、僕もそのトラブルに遭ったことないから、分かんないんだけど、あのパネルが壊れた時じゃあどうなるのっていうような。なんかパネル実際壊れたの僕目の前で見たことがあります。一応もう頭ごと変えるっていう感じですね。じゃあもうパネルダメイコール頭も使い物にならない。パネルだけ変えるっていうのはもう基本的には難しいと思います。もう大体埋め込みになってるそうだよね、形なので、確か重機が唯一パネルが外せたような記憶があるんですけど、ただそのスマートフォンとかと一緒で基本的にその壊れるっていうのがタッチセンサーが壊れるんですよ。液晶のタッチ、全部タッチパネルなので、タッチセンサーがやっぱりどうしても不具合が起きる。もうだからね、この僕は液晶パネルが例えば缶止なんかでも今昔はメカの缶止重機は1800っていうシリーズだったんだけど、今電子はね1900LH の1900っていう名前になってるんだけど、1900シリーズもここの液晶パネル壊れるか、もしくは基板が壊れたらもうどんだけ高いミシンでもパーです。電子はそういうとこよく聞けますね。だから僕はもう基本電子は使わない。そういうとこでもうじじいになっても使えるようにもうメカばっかりで僕はもう多分僕が死ぬまでは今のうちの機械をずっと使います。一人で管理するにはやっぱり原始的な形の方が。ただね、電子だったら結局缶止の運針数なんかでも全部ピッピッピで便利は便利ですもんね。全部1台でいけちゃうから便利は便利なんだけどね。確かに一長一短ですね。だからもう中古ミシンで本当もう適当ソーイングさんの工房にあるミシンだったらもし視聴者さんが新しい中古を探してるって言ったらもう僕の主観のおすすめではもうぜひ557がもう一番のおすすめですね。ただ557でもすごくねいいんですけどね。だからもしそういう一目惚れのミシンであったら別に557でも557でもいいと思います。そうですね。いいと思います。こっちはちょっとブレーキ音がやっぱりするので、そうだね。こっちがもう完全にサーボですから、その家庭で使うのなら71かもしれない。71かな。ブレーキ音っていうのがあるんですか。クキュンクキュンって止まる音がね。分かった。完全にサーボモーターではないのでこれは。要するにブラザーの737もこれは完全にサーボモーターではないので、ペダルを離したらカコンカコンっていうブレーキ音が、それはもうサーボなんで静かですよね。こっちだとどうしてもやっぱり多少落としますよ。ちょっと踏んでみますか。ブレーキ音っていうの、これか。カコンカコン今音がしてますよね。あれはブレーキが効いた音。要するにクラッチモーターの回りっぱなしの踏んだ瞬間にだけ繋いでるんで、ペダルを離した瞬間に要するにずっと中のモーター回ってるのを離してるんですよ。なるほど。で一応サーボモーターもどきみたいな形にしてるので、一応サーボモーターって言っちゃ微妙なところ。これサーボモーターではないです。サーボではないんですよ。AC ではないので、AC モーターではないので、だからDC です。昔の適当装具さんがあそこに電磁クラッチってやつ。そうですそうです。急に音はして張り停止は聞いて踏むのはサーボと同じように踏めるんだけど、音がずーっとするタイプ昔電磁クラッチってやつね。これ電磁クラッチでの類です。ちょっと進化版、ちょっと進化版。じゃあもう本当際どいライン。電磁クラッチとサーボモーターの中間。だから言い方悪いけどなんちゃってサーボモーター。まとめると一応サーボとギリ言えるみたいな感じっちゃ感じだけど、だからもう我々使ってる方の立場からしたらもうサーボと言っちゃうんだけど、どっちかやったらなんちゃってサーボ。そうか。これを変な話6畳一間ぐらいの部屋で使うと響くね。かなり響くと思う。それはもう毎日のことですから、話すたんびに音が鳴るんで。めちゃくちゃうるさいですからね。あれはうるさい。一応鳴らしますか。本当にうるさい。ただ本当にうるさいから。そうです。
これがずっと鳴るんですよ。そうです。まあこれはもうもう今だいぶちょっとブレーキのあれがね、でやっぱり検出がついてるんで一心制御は効きますよね。かなりうるさい。これの進化版がこれで、これになっても AC になって完全にサーボも。いや今日の内容めちゃくちゃ深いな。なんかプロも知らない情報じゃないですか。やっぱ中古いじって蓄積された情報じゃないと。なんかおっさん2人のただのうんちくになってる。いやそんな情報を若者のペーペーにもう教えていただけるだけで僕としてはもうなんかね、なんかミシン愛がさらに深まるというか、ブレーキとか全然気にしたことなかったから、なんか5570の音だぐらいにしか。ミシン愛はね、僕とまた別の意味でやばいそういうなんか言語的に解説してくれると確かにこれブレーキ音がないからこういう音なんだよっていう、さらに愛が深まるというか。岡山だといいと思うんですけど、まあそれこそ東京とか大阪でマンションとかでそうですね。方は街中では向かやっぱりないね。絶対まあその5571以降の方が基本的に AC になってそうか。まあ変な話、スイッチつけっぱなしでも何でも無音なんで。確かにめっちゃ静かですよね。確かに音としては71が好き。なんかちょっと囲んじゃなくてシャリっていう感じだから。だからこっちのだったかな、適当ソイルさんのブラザーのやつでボックスにマーク2ってついてるやつ。あいつもねやっぱりこれがね一番うるさいんですよ。これでうるさいんでね。これがねまあ本当にまあせっかくなんでちょっと動かして。本当うるさい。ブラザーはもうこれがちょっとデメリットですね。僕も使ってるけどね、私は。すごいんですよ。もう踏むときはいいんですよ。はい。あれ？これでもまだ静かなんです。静かな方だね、これまだマシな。ちょっと速度を上げて離したら多分あれだと思いますね。今動き出したね、糸切りが。そう。糸切り膠着してた。やっぱブラザーそういうデメリットが。まあでも糸切りの固着っていうのがあるよっていうのが分かっておけば全然問題ない。まあそうですね。普通に使います。音感も音がしますね、やっぱりね。そうか、もうミシンの音を奏でてますね今日は。でも鉄道ソイングさんあれこのミシンね、うちの例のフィルター乗ってたミシンがあるじゃない、あれより全然静か、これの方が。じゃあやっぱモーターうるさい、うちのやつ。だんだんうるさくなる可能性あると、使ってると。でも全然使える。まあこうやって戸建てな場合は気にする必要がないですから。まあそうですね。ただ本当マンションとかコーポとか本当そういうとこはね。そうか。そしたら5571かダイレクト系にすれば音の分では気にならないと。視聴者さんが本当気をつけていただきたいのが、ブラザー選ぶ時のデメリットね。ここモーター止めてるこのピンなんですよね。重機とか三菱はこのタイプのピンで、極端な話はクラッチモーターつけても何でもモーター積み替えできるんですよね。ところがブラザーはこれ専用です。ピンっていうのがあるんですね。このモーター止めてる下の受けてるネジね。ここにぶち込まれてる変なやつがこう受け取る爪で下がネジになってるんだけどね。取り付け位置がね違う。だからもうブラザーはブラザーしか使えないんですよ基本で。これもし中にはね付け取られる会社さんもあるんだけどね、ここにわざわざ穴開け直して三菱とかのモーター付け取られる会社ありますね。そうか。で重機さんとか三菱はもう全部このタイプの、もう極端にペガサスも同じこのピン配置ですね。この止めネジがね、このごついのぶち込まないとモーターがモーターぶら下げるためのぶら下げるためのその位置がブラザーだけ規格が違う。でも最近は重機もSC の800以降のモーターになったらね、どうやったかな、こっちだったかな、どっちだったかな、なんかピンの配置がね L 型になってるんですよ。なるほど。L 型になってるからやっぱりその専用モーターしか使えない。意外とそういうトラブルというか、モーター変えればいいじゃんって思ってても、そこのピン位置がまず違うからぶち込まないと取り付けが不可。だから極端な話ったらその5570、5571はクラッチつけても使えるんですよ。なるほど。だから海外貿易でやっぱり出ていくっていうのがそういう理由でね。そうか、一手間がないと楽ですもんね。ただつけるだけ。極端な話僕使ってる三菱のモーター積み替えても使えます。配線ピンの信号ピンだけ合わせてあればね。すごいな。これは全然知らなかったし意識もしたことなかったです。ちょっとニッチな世界だけど、いやもうニッチすぎて今日はだいぶニッチだから視聴者の方も多分ついてこれないかもしれない。ちなみに日報さんっていうところのサーボモーターは重機
専用ブラザー専用いう出してるの？いやもう最初からもうそのモレックスピンをもう専属にもうこのままでいけるんですよ。このピンのために使えなくても日本さん表示しとかないと。そうか。それ今でも販売してますもちろん。へえ。そういうのを防ぐために分けてるわけです。そうです。実際に中身自体は一緒だけど、この配置が変わるんで専用で揃えとる。それってまあ僕らだから言える、ミシン屋だからないから言えるんだけど、いやらしい話、三菱のモーター買わずにうちのモーター使ってくださいって、コネクタ一発ポンポンで使えますよってことだよね。まあでもそこはいいとこ取りというかない声を拾ってるから。僕らみたいにわざわざ配線直して使おうっていうユーザーの方が少ないっていうか、普通の人だったらなかなかできることじゃないですからね。そんなこと最寄りの店屋さんでも断られる場合もあるでしょうし、もう店屋さんが本当にやるかやらないか。まあそうですね、手間がかかるし、そのミシン屋の規模にもよるから。配線間違えたら本当モーター一発壊してしまうこともあるから。ああそうか。配線間違えたらもう場合によっちゃモーターパーになっちゃうことあるんで、まあ手術中みたいな。本当信号ピンにこの電圧がかかっちゃいけない電圧がいきなり入った瞬間、ポツッと言ったらポッって言ったらもう終わりとか。まあそうか、モーターの命をかけてまでそれを修理するメリットがこの工賃でって感じですか。そうだから本当そういう意味ではね難しいですよね。そうですね。だからこれはね僕言っていいかわかんないですけど、これ本当ミシンだけだと思うんですよ。こんな20年も30年も使ってる機械を修理して使っていくっていうのが長く使うの。ただメーカーとしてはやっぱりその車と同じように10年ぐらいのサイクルで変わっていかないといけないので、まあそうっすよね。モーターを変えて20年30年使えばずっと使っていくので、いいのか悪いのかそれはもうそれぞれの考え方だと思うんですけど、確かに普通に機械で仕事するってなって考えられないですよね。ゲーム機だって10年間使うやつなかなかいないですもんね。新しいのどんどん出てみんな DS とかもうどんどん新しいの買うわけだから、ミシンはこうやって古いゲーム機じゃないけどずっと乗るみたいな感じですよね。僕がクリーニング編一緒に撮影したよね。それはもう三菱怒るよね、あんな掃除して使ってたら。いやまあもうええ加減買えよお前らって。いやただ繊維業界はやっぱりどうしても工賃がやっぱりむちゃくちゃいいわけではないので、そこが難しいですよ。なかなか買い替えれない理由だと。でもね本当余談だけど工賃の話もひどいんよね。昔クラッチモーターの時、クラッチで踏んでた時から考えたらじゃあやっぱり糸切りを最初に開発したのって重機さんなんよね。このグレーのモデル開発して、でこのグレーのモデルで糸切りが本当一世を風靡したんだけど、糸切りが出た途端縫う枚数上がっちゃうよね。糸こう引き出して切っていう手間がないから、糸切りなくなったから縫えるんじゃないの。縫えるんじゃない、だから工賃下げれるんじゃないって言って。いや普通はこっちの設備問題だから口突っ込まないでよって話ですけどね。下げられちゃったの工賃。いやめちゃくちゃなんかある意味薬剤ね本当。というか専業界あるあるですよ。だから某制服会社が要するに本社工場の最新施設で縫ってる量産のその時間単価ので計算して下請けに仕事を振るので、そうだね、機械古いところは縫えないんですよ。制服とそれからもうデニム系もそうだよね。もうあの人たちって本当もう標準動作をすごく完成というか洗練されてるんだけど、結局そのストップウォッチで出したその時間で全て時間を割り当ててしまって、で本社ではこの時間でできますんで、じゃあこの工賃でお願いしますで。大きい工場になればなるほどそこの差が出て何十系とかになると、ちゃんと協力工場さんにも指導員がいて、きちっとこういうじゃあ道具もないって言ったら場合によっては力入れてる協力工場さんから機械貸し出したりとかで効率上げてもらって本社と同じように儲けてもらうだけのシステムにはしていってるね。そうか。本当繊維業界の闇ですよね。闇ですね本当。でも結局闇を作ったのはこいつなんよね。重機の糸切りシリーズだね。糸切りできてから枚数縫えるやろ、枚数縫えるなら工賃安くしようで、いやどういうロジック言うような。当時の立場もやっぱり今だから工場の立場も縫える人材が少ないから上がってきたけど、当時は縫い子みたいな呼ばわりだったから立場がめちゃくちゃ多分低かったと思うんですよね。本当まだ平成になる前の昭和の頃ね。からどんどん圧がかかっちゃうんでしょうね。そういう一回こういうことが当たり前みたいになっちゃうと他も耳にして
いやうちもそういうの聞いてるからそうしてくれよってなって、そういやあそこ工賃下がったんでしょ、いやうちももうこの値段でとか感じで、いやそれはないやろいうような、立場が本当大変な時期でしたねその時は。だから高級ものやってるところはそんなに値段食わなかったんだけど、大まあそうですね、量生産系のところはかなりきつい思いしたらしい。代わりがいるからじゃあいいよそんなとこで値段やってくれるのは他に頼むよって言われて蹴られるような立場であるものを、まあどこもが作れたから、そういうことに弱いものがもう一番幸せを食らうっていうかね。いやー厳しい時代でしたね本当、難しいですね。まあ今はなくなりましたけど、まあ重機さんも実際そのオートメーション化の機械をやろうとしたもんね。やろうとしましたからね、本当に。まあちょっと結局はダメでしたけど。ああそうか。やっぱり結局でも手でやる仕事って結局残るんよね。まあそうですね。どんだけ AI がどうこうなっても我々はもう粛々と縫っていくだけで。そうですね、どうしてもそこがないとですね。じゃあちょっと後ほど移動して私の工場のおすすめミシンを見てみたいと思います。はい、ありがとうございました。